こんにちは。アイルランドのケトン人、フックです。今日はですね、自分がこれまで模索してきたダイエット、ここで言うダイエットというのは、食事という意味ですね。減量という意味ではなくて、これにですね、はっきりとしたくびきを打ってくれた本を紹介したいと思います。この本はですね、The Hybrid Diet という本でして、今年の3月に出版されたものですね。2人の著者がおりまして、パトリック・ホルフォードと、ジェローム・バーンの協調でして、ケトジェニックダイエットと低グリセミックロードダイエット、低 GL ダイエットですね。この2つのダイエットを取り混ぜた食事を進めておられる本です。グリセミックロード GL とは、グリセミックインデックス GI ですね、の実質的な糖質量でして、GI グリセミックインデックスとは、炭水化物糖質を摂取した後に見られる血糖値上昇の度合いを示す数値ですね。この GI 値に一食に摂取する糖質量または炭水化物量をかけて100で割った数値が GL 値になるようです。ちょっとややこしいですけれども、この本でも結構ややこしく GL 値の換算方法を紹介しているので、ここでですね、オレゴン州立大学ライナス・ポーリング研究所の資料を引用させていただきますと、ドーナツとスイカの GI 値は76と同じですね。このドーナツに含まれる糖質量は 23g であるのに対し、スイカは 11g。この数値をですね、先ほどの式に、換算しますと GI 値×糖質量割る100ですね。そうなるとドーナツは17、スイカは8の GL 値となるわけです。こんな計算をするよりもですね、実際にドーナツとスイカ、どっちが不健康かっていうのは一目瞭然ですけども、ここでの要点としましては、GI 値を気にして食事をするよりも、GL 値ですね、実際の糖質量を考慮して、食事を選んだ方が健康であるということであります。この本の作者、ホルフォード氏はですね、1987年から、この低 GL ダイエットを推奨されてきたようでして、これまでにですね、2型糖尿病の改善や心臓病、がんの予防、または減量の成功などですね、様々な実地体験、実地報告を積み重ねてこられまして、これにですね、近年科学が追いかけるようにして研究調査され、いろいろ解明され、証明されてきているようであります。これはちょうどですね、ケトジェニックダイエットに似た経緯をたどっていまして、現在世界的に注目を集めております。ケトジェニックですね。これと低 GL ダイエットの研究解明がですね、同時進行していることに、ホルフォード氏は、無視することはできずに、結局はケトンブームに便乗しての本の出版だと思います。ところですね、このケトジェニックダイエットは2013年頃からもう急激にもううなぎ登りどんどんと、注目されまして、聞いたところによりますと、ケトンに関しての研究報告は年間300を超えると、もうそれぐらいの研究が盛んに行われているようです。さて GI 値ですが、70以上が高 GI 値、55から70が中、55以下が低 GI 値と一般では公認されておりまして、片や GL 値はですね、20以上が高、10から20が中、10以下が低 GL 値とされ、ホルフォード氏の低 GL ダイエットではですね、1食につき10の GL 値ですね。この GL 食品と1日、合計すると40までの GL 値摂取を、許可しておりますね。このことから、低 GL ダイエットは1日3食と2回のスナックということで、これはちょっとケトジェニックに慣れた人からとったら食べ過ぎだろうと、思いました。それでもですね、体重が減って、健康になるのであればいいんですけども、結局はね、ボディビルダーのようなフィジークアスリートの、ダイエットですね、に似ていて、ちょっと実践するのは難しいんじゃないかなと思いました。さてですね、低 GL
の食品はどんなものがあるかと言いますと、要は茶色い穀物ですか、玄米とか、全粒粉パスタですね。要はスローカーブとこちらで言いまして、消化するのに時間がかかるという、要は繊維の入った多い糖質ですね。これが低 GL 食品となるようです。その他に野菜とか果物ですね。ケトジェニックダイエットでは、グルテンの入ったパンなどはもう NG ですね。あと、果物だとベリー類以外はもう完璧な NG です。ですけども、ホルフォード氏によりますと、量を規制した上で果物も、パンもなんか良さそうですね。あとですね、肉に関しては、このホルフォード氏は結構保守的な意見を持っておりまして、赤肉は未だに癌や腎臓障害の原因だと信じているようです。人それぞれでいいんですけど、1日のですね、タンパク質量の摂取が体重 1kg に対して 1g と、自分にとってちょっと少ないなと、運動している人にはもっと取った方がいいんじゃないかなと。また肉よりも魚ですね、あと野菜からのタンパク質摂取をしています。しかもですね、この低 GL ダイエットとケトジェニックダイエットとの比率が3対1となっています。月に3週間低 GL ダイエットを行いまして、残りの1週間はケトジェニックダイエット。これを見たときにですね、最初読み間違えたかなと思ったんですけども、どんどん読み進めていきますと、ホルフォード氏ははっきりと、月3週間は、低 GL ダイエットと断言しておりました。これはですね、ケトジェニックダイエットをしている人からしますと、逆にした方がいいんじゃないかなと。月1週間のケトン食では、ケト適応さえできずに、ケトン体の恩恵も十分に受けられることはできないと。またですね、この比率を逆にしたとしましても、1週間の糖代謝はちょっと長すぎるというのも自分の、反論というか、意見の違いであります。このホルフォード氏はですね、ケトジェニックに関しては深い理解をされているんですけども、40年近く低 GL ダイエットを推奨されてきたので、愛着があって、で低 GL ダイエットに比重を置いたと思っております。この意見の違いがですね、先に自分が述べました、これまで自分が模索していたダイエットに、首輝を打ってくれたと、はっきりとした、輪郭を浮かび上がらせてくれたわけですね。そこでですね、自分のあったダイエットですね、これを紹介させていただきますと、月単位ではなくて週単位で換算するとともにですね、糖質サイクルを一食に細かくすると。例えばですね、自分は1週間に12から14食でありまして、この食事数の4分の1に糖質摂取を組み入れると3食となるわけですね。ケトン食の日は、例えば昼にステーキと卵、夜にはサラダと魚介類ですか。カーボロードの日はですね、朝か昼に軽いケトン食をしておいて、午後に糖質摂取と、まずタンパクや脂質、野菜を食べてからですね、糖質を取るように心がけております。血糖値スパイクを気にされる方ならですね、この低 GL 食はいいと思うんですけども、自分の場合はこんな細かいことを気にしないんで、その後運動もするという条件付きなので、思い切ってですね、寿司やドーナツ、あとですね、ピザっていうんですか、フィッシュンチップスとか中華を思いっきり平らげております。ところでですね、この本の書評がですね、ケトジェニックダイエットの世界では結構有名な人が名を連ねておりまして、例えばオックスフォード大学のキーラン・クラーク教授ですね、彼女はビーチ博士と共にアメリカの国防省から資金調達を受けて最強のケトンエステルを開発した方でありまして、かたやこのビーチ博士はですね、飢餓時の生理反応を研究し、
代謝の研究の大家であります、ジョージ・ケイヒル博士とですね、もう一つは、クレブス回路の発見者であります、ハンス・クレブス教授の下で、デッチ暴行して、研究していた方ですね。ケトン長老であります。ビーチ博士は。リチャード・ビーチですね。詳しいことは、摂著ケトン人に、書いてありますので、よろしかったら、読んでください。あと、栄養士のゾイ・ハーコンブですね。レビューに名を連ねております。彼女はですね、ハーコンブ女子は、ティム・ノークス裁判でノークス教授の弁護に立った人でして、同じくですね、作家、ニューヨーク大学の非常勤教授のニーナ・タイショールもノークス裁判の助っ人人でありました。このハイブリッドダイエットの目的としてはですね、スローカーブ、つまり複合糖質、繊維が多く消化吸収に時間がかかる糖質とケトジェニックの双方に切り替えることによって、融通の利く代謝変換を発展させることにあるとホルフォード氏は言っていることに自分は同意であります。人類はですね、生き残りをかけた進化の過程で2つの代謝を構築してきたわけですね。糖代謝とケトン代謝。このどっちがいい悪いという語る前にですね、想像力を太古の昔までバンと膨らましていただきますと、その日、その週、その月によって、その収穫によって、我々の体は、この代謝の切り替えをしてきたわけですね。要は意識しようとしまいと、その状況に応じて我々の体は、反応して、そのケミカルの変化、調整を自動的に行うわけです。これはですね、我々の体が生き延びようとする本能的な反応であり、ポジティブなものであると思うんですね。それゆえにですね、このハイブリッド代謝というのはごく自然な生理反応、生理作用であると自分は思っております。しかしながらですね、近代になって、糖代謝しかしなくなった我々の体はですね、肥満が増え、生活習慣病も増え、慢性疾患も増えてきまして、それと同時に近年ケトン体に関しての研究が盛んに行われ解明され出したというのは、これ単なる偶然の一致ではないと自分は信じております。アスリートの中にはこのハイブリッド代謝を活用した選手が年々増えてきているようです。例えばですね、ラグビーとか長距離マラソンですか、走者。この人たちは競技前日に糖質を摂取しておきまして、当日はまず糖代謝を行って、筋グリコーゲン、肝臓グリコーゲンの貯蔵量が減ってから自然とケトン代謝に移って、どんどんと競技を行っていくというやり方ですね。これがもし、ケトン代謝をデフォルト状態としていないアスリートが行いますと、要はケトン体代謝に転換できないままですね、壁にぶち当たる、いわゆるボンキングという、体験をすることになるわけです。ということでですね、このハイブリッドダイエットという本は 100% 同意できる内容ではありませんが、かなり勉強になる内容が含まれておりまして、もう啓蒙的な本であります。これおすすめの本です。ぜひとも機会がありましたら、興味がありましたら手に取って読んでいただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。